こんにちは、ケケです。今回は空中でプロペラの向きが変更可能な、ティルトローター機、その一つである、オスプレイ。その作り方を紹介していきます。おそらく、プロペラの向きが変更可能で、垂直に離陸、及び着陸ができ、ニュートラルで水平飛行が可能なビルドは、他にはないビルドだと思います。自身が確認した中では世界初になると思われます。はじめに断っておくと、作成難度自体は過去最高クラスの高難度で、ビルド熟達者向けの作品になります。それでも、誰でも、とまではいかなくとも、可能な限りいろんな方が作成できるように、作成方法、手順などの簡略化を行っても、同じものができるように工夫しました。今作は仮接着、カリング式9リンク、グルーループ、祠オブジェクト、無限翼、オーバーロード、ゾナウギア透明化。これらのグリッチを使用しています。これらのグリッチの解説は、今回の動画には含めていないため、解説が必要な方は過去にアップした、こちらの動画から詳しいバグのやり方を、参考にしてみてください。今作はグルーループを2箇所使用しているため、パーツ上限が20個になっている点をご了承ください。それでは材料紹介に移ります。それでは材料紹介です。ゴロンシティで手に入るトロッコが1つ。ハイラル城地下西坑道で手に入る特殊トロッコが1つ。鉄棒が1本。ゾナウギアの操縦桿が1つ。雷竜の頭が2つ。起き上がりこぼしが1つ。大きなタイヤが1つ。木製の車輪が2つ。ゲミミカの祠で手に入るモーターとプロペラが2つずつ。無限翼が1つ。巨獣の祠で手に入る吊り橋パーツが2つ。右足の蔵で手に入る軽い柵が3枚。以上になります。それでは早速、作っていきましょう。まずはハイラル城のトロッコを仮接着していきます。仮接着したら榎田工務店まで運びます。白トロッコをつかみ、ゴロントロッコに接着します。盾を部屋に置き、トロッコをカリングさせます。ゴロントロッコをつかみながらカリングさせ、パーツ同士をめり込ませます。適宜ブループリントで再現しながら形を確認します。今回のように密度が高く圧着量が多い場合は、カリング式の9リンクを行います。圧着のみで行う場合は、2時間コースは覚悟しましょう。ちなみに圧着のみで行う方法も試しましたが、正直推奨できません。どうしても苦手という場合以外は、おとなしくカリング式9リンクを使用しましょう。このようにレールの部分が繋がって、綺麗に直線上に並んだら、機体の元となる部分の完成です。歪んでいる場合は杭式9リンクで調整しましょう。先ほどの機体の部分に柵を取り付けていきます。タイヤがついていますが気にしないでください。そしたら浮遊石と追跡台車の圧着セットで、柵の角度を変更していきます。これも一回一回細かく調整していきます。端に重りを乗せると大きく角度が変わり、
根元に乗せると全体的に沈み込み、角度変化は緩やかに変わります。ある程度角度が変わったら裏返して、杭に接着し直します。先ほどの柵と位置を合わせてトロッコの端に接着します。こちらも同様に角度を変えていきます。だいたい柵同士が閉じる形になれば OK です。トロッコが逆向きになるように杭に固定します。次はタイヤを仮接着するために、操縦桿を仮接着します。できたら床抜けを行い、ワープして操縦桿を動かせる状態にします。操縦桿を村の外まで運び、ミネル酸をオンにします。ミネル酸に操縦桿をスクラビルドしたら、タイヤを仮接着します。必ずミネル酸をオフにしてから村に戻ります。後ろのトロッコの上部にタイヤの軸が来るように、本体部分を前のトロッコにつけます。仮接着した武器を部屋に入れます。タイヤの軸のすぐ下の部分に吊り橋パーツを合わせて、カリングしたらその位置からずらさずに、トロッコに接着します。この時は前のトロッコに接着します。反対側も同様に位置を合わせて、前のトロッコに接着します。仮接着武器を拾い、カリングを解除します。次はモーターをカリングさせるので、モーターを仮接着します。できましたら、タイヤの軸にモーターを接着します。ではモーターをカリングさせます。タイヤを掴みながら、モーターをカリングさせて、吊り橋パーツの端まで移動させます。同時にタイヤの軸の中心にモーターの中心が来るよう、高さの位置も調整します。再現してみていい感じの位置になるよう調整します。このくらいの位置ですね。車輪を杭に固定します。カリングさせるモーターを持ち、タイヤの軸と車輪の軸が揃うようにモーターに接着します。杭を外し、リンゴなどでブループリントに登録します。そしたらグルーループするのですが、ここの工程が一番難しいです。この仮組みの状態でカリングさせ、カリングしたら再現し、即座に車輪に戻れ子をかけます。この車輪は独立している状態なので、パーツの接着が終わって機体が地面に落ちるまでの猶予で、素早く接着します。あとはタイヤを掴んでカリングを解除すれば、このようにモーターと吊り橋パーツがグルーループできます。
カリングを解除します。動きを確認してみると、タイヤのサスペンションが大幅に無効化されています。こうしないと飛行時に風力で上方向にプロペラが荒ぶります。そしたらゾナニウムでモーターを再現し直します。カリングモーターと区別するためです。また自重で歪むのを最小限に抑えるため、この段階で上下を逆さまにします。カリングを解除したら、前後左右を合わせてモーター同士を接着します。再度カリングします。ゾナニウムのモーターをつかみ、遠くに移動させたらモーターをカリングさせます。カリングしたら近くに引き寄せて、反対側の吊り橋パーツの端くらいに移動させます。これでは少し離れすぎているので調整します。いい感じですね。先ほどと同じように杭に車輪を固定して、モーターを持ちながら今度は、モーター本体が回転する回転軸に車輪の軸を接着します。このままだと左右の高さが違うので、杭などの上に乗せて調整します。このくらいですかね。そしたらブループリントに保存しておきましょう。モーターをカリングさせます。仮組みをしてモーターがカリングしたら、そのまま再現して、即座に独立した車輪に戻れ子をかけます。先ほどと同様に、パーツの接着が終わって、機体が地面に落ちるまでのわずかな猶予で、素早く接着します。簡単にやっているように見えますが、多分難しいと思います。あとはタイヤを掴んでカリングを解除すれば、モーターと吊り橋パーツがブルーループできるので、適当な素材を接着してブループリントに保存します。ではカリングを解除します。歪み防止のため、機体を裏返して固定します。動作を確認しましょう。質量計4000のモーターを回しても、サスペンションが働いてませんね。ブルーループは負荷が高いのか、ゲームが落ちやすいので、こまめにお気に入り登録とセーブをしましょう。では次はプロペラをカリングさせるので、仮接着をしていきましょう。このように無事に仮接着ができましたら、逆プロペラを作成していきます。プロペラ側を掴んで、モーターの軸に接着します。盾を部屋に入れてカリングします。機体と反対側のモーターには、歪み防止に杭をつけておきます。その状態でプロペラをカリングさせ、モーターの位置を調整します。この位置はお好みでぴったりにするか、少し離してもいいと思います。私はこのくらいの位置で調整しました。プロペラはゾナニウムで再現しておきます。今度は反対側の逆プロペラを作成するので、歪み防止に杭を接着しておきます。手順は同様ですね。
邪魔だなぁ。左右とも綺麗に逆プロペラができました。今度は鉄棒の仮接着をするために、再び操縦桿を仮接着します。できましたら床抜けを行い、ワープして動かせるようにしたら、鉄棒を分解してもらって、村から運び出します。ミネルさんを呼び出し、ミネルさんに操縦桿をスクラビルドします。鉄棒はピコンと音が鳴らないと失敗です。ミネルさんを解除して村まで運びます。プロペラと水平になるようにタイヤの軸に接着します。裏返して杭で地面に固定します。本当に自重で歪みやすいので注意です。必要であれば翼部分にも杭で固定してもいいです。ではカリングさせます。カリングしたら90度向きを変えて、タイヤと垂直に交わるようにします。このままだとタイヤに埋まって接着が剥がれるので、タイヤが一周に来るように調整します。こんな感じにできれば OK です。一度カリングを解除します。鉄棒が引っかかった際に、プロペラが水平より下を向きすぎているので調整します。再度逆向きに地面に固定します。ではカリングさせます。この向きだと鉄棒を手前に移動させれば、モーターが水平に調整できそうなので、奥に機体を移動させます。ここの調整は第2の鬼門です。グルーループができたのであれば、ここはさほど難しくはないでしょう。今回のビルドは位置調整がキーワードです。プロペラの向きを制御するこの鉄棒。この有無でビルドの操作性が大きく変わります。妥協ない厳密な位置調整をすれば、後に待っている快適な空の旅が保証されます。頑張りましょう。動作を確認するといい感じに水平に固定されていますね。では次は垂直方向の固定です。起き上がりこぼしをタイヤ上部に固定して、適宜動きを確認します。これだと後方に傾きすぎますね。後退したい場合はいいかもしれません。でも今回は複雑なステップ入力なしで、垂直離陸をしたいので、頑張って調整します。スナップポイントが邪魔なので、鉄棒の位置でスナップポイント潰しを行います。これでほぼ水平と垂直に固定できましたね。モーターに雷竜の頭をつけて動力にします。柵を45度傾けて接着し、尾翼に見立てます。
あと1パーツあれば、バローのような尾翼にできたのに。まさかグルーループが。辛い。最後に無限翼を機体の下につければ完成です。お疲れ様でした。それではテスト飛行をしてみましょう。スティックを手前に倒すと、このように垂直に上昇します。スティックを離せば自動で水平飛行に移行します。起き上がりこぼしがあるため、残念ながら下降は苦手としています。機体を傾けることができない兼ね合いで、スティックを前に倒しても下降できないので注意です。操縦桿を離せば翼の効果で、ゆっくりと滑空することができます。プロペラの向きを超厳密に、翼に対して水平にできれば、一応徐々に下降することは可能です。また若干プロペラを下向きにすることでも、下降を可能にします。限定的ではありますが、このように垂直に下降しながら、着陸をすることも可能となっています。着陸が可能な原理としては、村などで建物のオブジェクトが多かったり、NPC が多くいたりすると、処理の関係で内部的に FPS が下がることがあります。するとプロペラの出力が下がって、こういった場所では着陸ができるというわけですね。では実飛行行きましょう。それでは必要ない部分の透明化を行って、実際の飛行を見ていきましょう。簡単にダイジェストで透明化の手順を流しておきます。オーバーロード環境下で武器をドロップさせて、その武器を縦に仮接着します。できたら透明化したいパーツを分解してもらい、村の外まで運び出します。ミネルさんを呼び出して、ドロップ仮接着武器をスクラビルドします。追加で透明化したいギアを出したら、ミネルさんが消えた瞬間にコールドヒューズを行います。あとは通常通りブループリントで再現すれば OK です。それでは実際に飛行していきましょう。スティックを手前に倒すと垂直上昇できます。ある程度上昇したら好きなタイミングで、水平飛行に切り替えましょう。ちなみにゆっくりスティックを戻すと、滑らかに移行するので非常にかっこいいです。今回は前回ボツとして紹介した作品から、かなりアップグレードされていると思います。変形機構部分を11パーツから10パーツに削減し、機体部分もより重厚感のある見た目にしました。また以前は扇風機がないと浮上しなかったので、質量も厳密に計算して、不明な部分は自身で検証して総質量を出し、プロペラが垂直に発生させることができる揚力以下に、頑張って抑えました。さらにティルト翼部分にグルーループを採用して、大きなタイヤの強力なサスペンションを、無効化することに成功しました。結果として飛行姿勢の大幅な安定化を得ながら、ギミックに使用した総パーツ数は変わらないという、かなり納得のいく結果となりました。ただ一つだけ予想外だったのは、グルーループを2箇所に使用したところ、上限パーツ数が20個になってしまったということです。そこで接着箇所の数を数えてみたところ、ちょうど21箇所だったわけです。これは盲点でした。そのため尾翼の形状を諦め、泣く泣くギミックを優先したという形になります。しかし私の中の傑作に違いはありません。
いかがでしたでしょうか。今回は空中でプロペラの向きを変えられる、ティルトローター機能スプレーを再現してみました。先ほども述べたと思いますが、本当は21パーツ想定で構想していたため、バーローの再現をするつもりでいました。なので機体の形も、ティルト翼の位置も、バーローを強く意識したものになっています。最後の最後でパーツが上限に達していることに気づき、急遽尾翼オスプレイ型を意識したものにしました。だとするなら以前作成した A10 サンダーボルトのような、特徴的な尾翼にしたかった感はあります。まあ仕方ないですね。正直今回の作品は、構想と試作、試行錯誤にかなり時間と労力をかけており、非常に苦労した補正もあって、自分でも惚れ惚れするくらいの作品です。まあ努力補正つよつよですけどね。さて、今回はこの辺で締めようと思います。いつもコメントくださる方、とても励みになっています。チャンネル登録するかどうかはお任せするので、良ければもう一本他の動画も覗いてくれると嬉しいです。それでは今回も、ご視聴ありがとうございました。